こんにちは。クロッキーズの動画での体験会をこれから開始します。自粛期間で対面での活動は難しいということで、動画を活用してクロッキーズでどのようなことを学んでいるのかを、なんとなくつかめてもらえたらなと思います。今回は光源と陰影について紹介したいと思います。光源というのは光の源と書きまして、読んで字のごとく光が来る元の場所を光源と言います。絵を描くときはこの光源というものを常に意識し続ける必要があります。光がなければ人間の目には形も色も見ることができないので、形や色を表現する場合、光は意識する必要があるんです。美術を専門とする人たちの間では、光の世界を表現すると言われることがありますが、紙と鉛筆の場合で表現するとなると、鉛筆は黒色なので、影を描くことで光の世界を表現することが必要になってきます。そのため正しい影の描き方を学ぶ必要があります。まずこの図を見てください。わかりやすいと思ったので今回は球をモチーフに使いました。影というのはまず2種類あって、この影とこの影があります。何が違うかというと、この影は、物体、モチーフ自体にできる、影のことを言います。対してこちらの影は、モチーフが床に作る影を指しています。球はまっすぐ差してくる光源との光と必ず平行に影を落とします。なので、この影のラインがあるんですが、これは光のラインと必ず平行になります。ここが。ここも、必ず光と平行に入ってきます。そして、下ろしてきた、影のラインが床に当たる場所が、人間の目に見えるこの影、こちらの影になります。平行に影が落ちる例をもう2つくらい書いてみましょう。上から光が来る場合は、こうなります。これもやはり、光の向きと影の向きが平行です。で、その影の線が床に当たるところが、こちらの影になります。で、真横から光源が来ている、設定の場合は、平行に影が落ちるので、これくらい、影が伸びるという形になります。で、その影の線が入りきらなかったのですが、すごく長い影になります。これは夕方に影が長くなる現象と同じことで、太陽の位置、光源である太陽の位置が低いため、夕方にはこうやって影が、伸びるわけなんです。次に、立方体の、影のでき方を軽く紹介します。この場合は光源が、後ろの方から来ているので、この面は照らされるんですが、こちらの面はちょっと、暗くなり、で、この床に落ちる影っていうのが、このように角の点から、影のラインが降りてきて、こういう感じになります。次に反射光という概念について説明します。
反射光というのは、光源から来た光が、周りの床とか壁に反射して、モチーフの下の部分を少し照らす光のことを反射光と言います。これを意識して描けるようになると、もう少し絵にリアリティが出ると思います。次に下に描いたのは、視点を固定した状態で光源の位置の違いによって、光源の位置の違いによって影の出来方の違いを表現したものです。これは月の満ち欠けを想像してもらうと分かりやすいと思うのですが、モチーフの裏側に光源がある場合は、影はこのような形をします。なので、ここはほとんど、もう暗いと。で、徐々に、横に来るわけなんですが、モチーフと真横に、光源が来ると、こうやってパッキリ明るい側と暗い側で半分に分かれます。ここまでの過程がこうやってあったのがこうやって来てると。で、こうなってくると、こんな感じになっている状態のことがこれです。で、そうなってくると影はまたこっちと比べて反り返る感じになって、ここまで来ると影のエリアがこんなに減ると。で、こっちはほぼもう満月って感じで、こっちはもう三日月状態ですよね。で、いわゆるこっちが逆光と言います。で、こっちのことを前光って言います。こっちの陰の影の見え方っていうのは、光源とモチーフの位置関係によって形が変わってくる。最後にこのように理論的な影の出来方を説明してきたわけなのですが、本物のモチーフを見てみると、このように影がくっきり見えるってことは、結構稀なことであまりありません。実際は光源がいくつもあったり、例えばこれが太陽だとすると、部屋の中にも光源があると。で、2方向から光源が入ってきてる場合すらあります。そういう時は、この影が分散したりする現象が起こってしまいます。また、モチーフの反射が影に見えたりして、なかなかパッキリは見えない場合が多いと思います。あくまで理論上の話をしてきたので、絵を描くときは現実のモチーフをよく見て、よく観察して、描いてもらえたらなと思います。何よりも実際に自分の目に見えるものを見えるままに描くことが最も大事なことです。構造は理解した上でね。最後にちょっとした課題を出します。テーマは自分の身の回りにあるものを描いてくださいです。筆記用具など今机の上にあるものでもいいですし、風景や人を描きたい場合はそれでも大丈夫です。描くものがどうしても思いつかない場合は、不透明のコップを描いてみてください。完成した絵は私代表者ウィリーの個人チャットに、送信してくれればと思います。期限は28日の終わりまでです。十分絵が集まれば次回匿名で皆の絵を動画に載せて高評会を開きたいと考えています。それでは今回は以上になります。ご清聴ありがとうございました。